こんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日はシナモンとチョコのチギリングを作ります。久々のチギリングです。そして今回もマヨネーズパンレシピです。少し前にアップしたアップルクランブルパンにも使ったクランブルを散らしてアイシングもかけたらめちゃめちゃ可愛くて美味しいチギリングができました。ふわふわの生地を1枚ずつ剥がしていくとチョコやくるみが出てくるのも楽しい。シナモンとチョコとくるみはベストマッチです。重ねて切るだけの簡単成形のちぎりんぐ、クリスマスにもぴったりだと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料です。強力粉、砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、牛乳、溶き卵、練乳、マヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたらこのまま5分から10分ぐらいイーストがブクブク泡が立ってくるまでこのまま室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩、空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、10分経ちました。イーストはこのようにブクブクに発酵しました。生地を作るボウルにくるくると回転させながら移します。常温に戻した溶き卵を30度ぐらいに温めた牛乳、先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。よく混ぜてこのように滑らかになったらこれで OK です。蓋をして10分置いておきます。ちなみに本日の室温は23度なんですが、室温が25度以上の時はこのまま室温に置いておきます。24度以下になったら30度から35度くらいの暖かいところに置いておくようにしています。私はいつものように熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳とマヨネーズを量りながら入れていきます。練乳は 15g、 マヨネーズは 20g です。軽く混ぜます。そしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、だいたい1分ほど混ぜました。生地はこんな感じです。ボウルの周りをきれいにします。はい、そしたら下から上へ返すようにして生地の表面を整えていきます。はい、こんな感じで OK です。蓋をして30度から35度ぐらいの温かいところに今度は20分置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ、これを20回ぐらい繰り返します。はい、だいたい20回ぐらい折りたたみましたのでこれで OK です。はい、表面を整えたら蓋をして
また30度から35度ぐらいの暖かいところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。2回目のパンチは1回目よりも伸びにくいので、このように伸びなくなったらこれで OK です。生地の表面を張らせるように整えたら軽く濡らします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで温かいところで一時発酵させます。シナモンペーストを作ります。無塩バター 15g は電子レンジにかけて少し柔らかくしておきました。ここにきび砂糖大さじ1、シナモンパウダーを小さじ1入れてよく混ぜます。今日はきび砂糖を使いましたけど、グラニュー糖や上白糖でも OK です。はい、このようによく混ぜたらこれで OK です。はい、一次発酵が終了しました。今日はね、ちょっと40分ぐらい置いてしまったら蓋が持ち上がるくらいまで発酵してしまいました。はい、こんな感じです。では台の上に移します。ガスを抜いて両面に薄く粉をまぶします。だいたい25センチ ×25 センチを目指して伸ばします。この綿棒が25センチなんですけど、この綿棒ぐらいに伸ばします。時々ひっくり返しながら、はい、だいたい25センチ ×25 センチ、ちょっと大きいですけど、大きくても大丈夫です。4分の1のところにこのように印をつけます。それでこの1面を残してこの3面にシナモンペーストを塗っていきます。で、塗っている間、ここの面の表面が多分乾燥してしまうので、ちょっと水吹きかけておきます。乾燥するとね、硬くなっちゃうから、端っこの方もね、できるだけ均一に塗るようにします。ではこれを切ります。そしてこの3面にくるみとチョコを乗っけていきます。これはね、ローストしたくるみ 40g ぐらいあります。これね、手で細かく切っておきました。で、これチョコチップは 20g ぐらい用意しました。この時点で具材を散らしてもいいんですけど、そうすると重ねる時にね、ボロボロこぼれてしまってとても重ねにくいんですね。なのでまず散らします。1枚ずつ作っていく方が結局こぼれなくてやりやすいと思います。で、チョコチップも3分の1のっけます。このくらいかな。適当で大丈夫だけど、なるべく固まらない方がいいですね。では重ねます。で、四隅をちょっと整えて、それでまたくるみを散らします。チョコチップも3分の1。今日はくるみとチョコチップにしましたけど、他のナッツとかドライフルーツなんかでもいいと思います。もう一面ものっけます。同じように繰り返します。はい、いっぱいのりました。では最後の1枚を重ねます。四隅を整えます。で、ちょっとなじませる。このまま切れそうだったらカットしてもいいんですけど、今日はね、ちょっと冷やしたいと思います。せーの、よっ。では10分ぐらい冷凍庫で冷やしたいと思います。冷やしている間にシフォン型の準備をします。今日は14センチのトールシフォン型を使います。17センチのシフォン型を使っていただいても大丈夫です。
でここに柔らかくした無塩バターを今日はね 3g ぐらい用意しました。植物油でもいいかなと思ったんだけど、植物油を塗ったら結構型にくっついてしまったので、無塩バターの方が外しやすいと思います。いつものように手袋で塗っていますけど、ハケを使って塗っていただいても大丈夫。はい、これで準備 OK です。はい、10分ほど冷やしてきました。ではこれを切っていきます。はい、形を整えて、せっかくなのでこのマスの中に収めてみました。4つ分ずつ、今16センチ四方っていうことですね。まず4等分スパッと切りますよ。スパッと。まずこの8ピースを下の段に並べていきます。カットしたこの面を上に出すようにして、こうじゃなくてこうね、このカットした面を出すようにして適当に並べていきます。このちぎりんぐは適当に並べた方が可愛いです。ぐちゃぐちゃでしょ。ぐちゃぐちゃで大丈夫。ぐちゃぐちゃでいいけど断面を出すようにだけ気をつけてください。はい、下の段が入りました。では次は上の段ね。まず半分に切って、ギコギコやらないでスパッといってください。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分くらいから様子を見たいと思います。大きさの目安は 1.5 倍くらい。この型で言うとちょうど型の高さぐらいを目安に発酵させたいと思います。では固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。最終発酵が終了しました。32分で出してきました。生地はだいたいね、生地は生地はだいたい肩のじゃないんだよねはい、もう一回言い直します。生地はだいたい肩の高さぐらいまで来ました。オーブンは180度に予熱をスタートさせています。ここに溶き卵を塗るので表面が乾くまで少しこのまま置いておきます。時間にして 1,2 分くらいです。で、私のオーブンはすごく予熱が早いので、今もうこの時点で予熱が完了しています。予熱に時間のかかるオーブンの場合はもう少し早めに出して室温発酵して、時間を調節してください。溶き卵を塗ります。はい、室温に置いてから数分でこのようにね、ちょっと型からまた出ましたね。では最後にクランブルをかけていきます。少し前に紹介したアップルクランブルパンに使ったものです。これかけるとなんかね、美味しいし可愛いので、ちょっとクリスマスっぽくしてみようかなと思って今回はかけています。はい、たっぷりかけました。だいたい大さじ1杯か大さじ1杯半ぐらいかな。これで OK です。はい、クランブルを散らすとこんな感じです。では170度から180度で20分から25分ぐらいを目安に焼いていきます。ではアイシングを作ります。粉砂糖 30g の中に牛乳を 5g。 この牛乳はお水でも OK です。よく混ぜるだけ。よく混ぜてアイシングが出来上がりました。これね、このままスプーンとかでね、こうやって垂らしていけばいいんですけど、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、私アイシングが本当に苦手なんです。そこで以前にもご紹介したんですけど、ダイソーさんで購入したこのデコレーションペンを使います。
これね、チョコレートも湯煎なしで溶けるって書いてあるんですよね。この中にチョコレートとか入れてレンチンするだけでこう絞り出せるっていう、そういう優れものです。これでやると失敗なくボタッとか垂れたりしないで上手にアイシングができます。でね、この先端なんですけどすごく細かったんで、私ねちょっと直近して少しだけこの穴を大きくしてあります。ネジになってるみたいなのでキュッキュッと回して、はい、準備 OK です。はい、焼き上がりました。180度で10分、その後170度で10分、合計20分焼きました。では外していきます。これね、シフォンヘラ使ってますけど、使わなくても剥がれるかもしれない。スルッと抜けましたね。よし、完全に冷めたらアイシングをします。ご覧のように私でも簡単にできるので、もし苦手な方がいらしたらお試しください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。